ライブ 2D 機能徹底解説ブレンドシェイプ編。皆さんブレンドシェイプ機能使ってますでしょうか？ブレンドシェイプ機能が使えるようになると動きの掛け合わせが作りやすくなったり表現の幅が広がったりしてクオリティアップにつながる機能かなと思います。一方で重みの制限設定などややとっつきにくいところもある機能かなというふうに思います。本講座ではブレンドシェイプ機能の基礎的な使い方からおすすめの使い方の説明を主に行っていこうと思っております。ブル編に引き続き初心者の方向けにおすすめの講座となっております。はい、ではまずブレンドシェイプの基礎から、解説したいと思います。まずブレンドシェイプとは形状に差分を加算する機能です。パラメータの掛け合わせの数を気にせずに変形を作ることができる機能です。通常パラメータで後ろ髪の揺れを作りたいと思って揺れを2段で不和の動きを1段つけようとした場合、通常パラメータでこういう動きをつけたとしてマイナスに対して1段目に対して2段目の掛け合わせを作らなきゃいけなかったり不和の掛け合わせを作らないといけなかったり掛け合わせの形状の管理が結構大変な感じになるかなと思います。でそれがブレンドシェイプで作りますと掛け合わせの数を気にせずに変形をつけることができるとても便利な機能かなと思います。そしてとてもすごく便利なブレンドシェイプ機能ですが2つほど注意していただきたい点がありまして、1つ目が通常パラメータはキー上に特定の形状キーフォームを記録する。ブレンドシェイプはオブジェクトの形状に差分を加算する。ベースの形状を調整したらブレンドシェイプ有効時の形状も変わるという可能性があるということです。私はブレンドシェイプの覚え方はどんな時でもその方向に同じだけ動くみたいなイメージで考えてますね。なのでこの時にブレンドシェイプでちょっと上に上がってほしいなって上にクイッて動かしたら他のパラメータでそれがどんな形になってたとしてもデフォルトの形状だったとしてもそのブレンドシェイプが動くとさっき上にグイッて動かした分だけ必ず上にグイッと動くって感じですね。2つ目の違いについてですが、ブレンドシェイプ機能は掛け合わせの形状を調整することができない。顔 XY など掛け持ちした部分の形状を細かく調整したいパーツには不向きになります。掛け合わせた際の形状を調整したい場合はブレンドシェイプではなく通常パラメータを使用していただければなと思います。ブレンドシェイプの機能としてあるのが重みの制限設定というものがあるんですけども、こちらはブレンドシェイプを追加したブレンドシェイプのおすすめの使い方。ブレンドシェイプには様々な使い方がありますが、その中でも今回はおすすめの使い方を4パターンプラスアルファでご紹介いたします。1つ目が単純な動きの掛け持たせ、2つ目が差分形状の再現、3つ目が特定の形状の補正、4つ目が指定した形状での動きの制御で表示オンオフの制御で順番に幅広く使いやすい順にご紹介いたしますので参考にしていただければ幸いです。1つ目ですが、単純な動きの掛け持たせについてですね。これがめちゃめちゃ使うんじゃないかなと思いますが、眉毛や目玉 XY 等の位置移動や拡縮、揺れ物など簡単な動きをつける。2つ目が差分形状の再現というところで表情差分を作ったりお仕事等で表情の指定がある場合にブレンドシェイプを使用することもおすすめです。基本的には1つの表情につき1種類のブレンドシェイプを作成することになります。で、具体的に実際の使用イメージですが、例えば VTuber モデルで常に半目にしたいシーンとかですね、とかじと目にしてたいシーンなどに使えるかなと思います。で、キャラを半目にするためにはトラッキング中に頑張って画面に向かって演者が半目にし続けなくちゃいけないとか気合でやるみたいな形になるんですけども、半目になる表情データを用意しておけば普通にリアルで目を開けていてもモデルは半目になる。でしかも目パチもちゃんとパチパチできるし無理して半目で居続ける必要もなくなるという良さがあるかなと思います。作り方ですがじと目の方で実演します。